こんにちはったらこんにちは。いつもです。もう8月も半ば、毎日暑い日が続いています。もうじき台風も来るみたいですけど、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、夏休みの自由研究の第2弾。今回は小学生向けです。学校の教材っぽいキットを見つけてきたので紹介します。電流と電磁石扇風機セット。1180円です。Amazon で購入しました。よいしょ。実際の見た目はこんな感じになります。電流と電磁石というよりも、モーターを作って回すところが気に入りました。では開封と中身をご覧ください。はい。では箱を開けて中身を確認していきます。よいしょ。で、5年生の教材前提みたいですね。内容物は結構多くて、これエナメル線ですね。はい。今回の主役になります。このエナメル線が。で、結構中身は盛りだくさん。で、丁寧な説明書がついてて、ちゃんと読んでいけばそれほど迷うことはないかと思います。これで1180円。なかなか妥当なお値段なんじゃないでしょうか。はい。では、組み立ての様子見ていきます。ここ、そこまで本題ではないので、飛ばし気味でいきます。これ8倍速ですね。で、説明書にはですね、巻数の違いで発生する磁力の違いとか、電流の向きで、電磁石の N 極と S 極が入れ替わるところとか、そういう風な実験とかも、入ってて、勉強にはすごくいいことだと思います。で、組み立て自体はですね、ドライバーはおろか、ハンダ付けも当然なくて、ほとんど手で組み立てができます。必要な工具といえばニッパーぐらいですかね。で、電池ボックスを組み立てて、で、単一電池を使うことになってるんですよね。これ、コンビニで今時買えるんでしたっけというのがちょっと疑問で。単三電池でもなんか良さそうな気はするんですけどね。ちょっとした実験には。もちろん単一電池の方がね、容量でかいんで、実験で長く使うにはいいかもしれないんですけど。多分昔の、構成が未だに残ってるんじゃないのかなっていう気はします。はい。この手の実験では必ず出てくる方位磁石を組み立てました。で、エナメル線のホルダーがついてですね、これが結構、絡まりにくくて良い感じです。で、これからコイルを手で巻くんですけど、結構これが大変です。100回巻きってなってるんですけど、何回巻いたかわからなくなりました。ちょっと巻いてはですね、詰めていってっていうのをひたすら繰り返す苦行になります。これ子供にやらせるのは結構厳しいんじゃないかな。普通に100回ぐにゃぐにゃと巻くだけがいっぱいいっぱいな気がします。こうやってこだわってね、綺麗に巻くことはないのかなとは思うんですけどね。はい。ひたすら巻いてます。で、こうやって巻いたコイルのですね、中心に鉄芯を入れて電磁石にします。一応ですね、本当に小学生の方とかが見てるかもしれないので、理科の実験っぽいことをします。で、エナメル線はですね、端っこと紙やすりで削らないと、電気が通りません。なので、ここは結構めんどくさい作業にはなります。で、被覆を巻いた線をですね、端子に結びつけて電極にしていきます。これはですね、説明書を見ればそんなに迷うことはないです。で、鉄芯入れるのはですね、結構力が必要なので、注意が必要です。で、電池ボックスに端子をつなぎました。で、電池1本なので端子の位置に注意です。
で、単一電池がですね、用意できなかったので、単3電池にアダプター入れて使ってます。はい、一応ですね、電磁石で方位磁石が動くところとか、あと釘ですね、ちっちゃい釘がたくさんついてくるんですけど、これ少し危ないなと思いました。はい。結構尖ってるのでね。まあ一応、電磁石の実験っぽいことをやりました。はい。ここからが割と本題です。ちょっと話は難しくなって、実際にモーターみたいなものを作っていきます。で、付属してくる青いフレームにですね、エナメル線を5回半巻きます。結構外れやすいのでね、難しいので注意してください。で、端っこはですね、束ねた、エナメル線にぐるぐる巻きつけて固定していきます。で、ここはすごく重要なんですけど、エナメル線の、上側だけ、片方だけを、被覆を剥いでいきます。こうやってですね、こっち側黒いですけど、裏側は金色ですね。上半分だけの、エナメルを剥がしました。ここはすごく重要です。はい。ではですね、先ほどのコイルでモーターを組み立てていきます。で、この青い部品がフレームになります。で、ついてきた磁石をですね、フレームに取り付けていきます。で、磁石には N と S が刻印されているので、それが向かい合わせになるように取り付けます。まあ、どっちが S でも N でも構わないんですけど、向かい合わせになるように、配置することを忘れないようにします。で、ですね、ここに、モーターの軸受けになります。で、そこにはですね、電極は繋がってて、バッテリーのボックスに繋がっています。で、今回はですね、電池を2本使います。で、軸受けにですね、先ほど巻いたコイルを通して、置きます。なるべくまっすぐになるようにですね、軸を伸ばして、で、スイッチを入れてみますが、よいしょ。ちょっと回るんですけど、指で回してみてもしばらく回るんですけど、どうやら止まってしまいます。なんかうまくいってないですね。実はこれ、エナメルの被覆がですね、根元の方までちゃんと剥げてなくて、コイルが移動すると、その皮膚の剥げてないところに行っちゃって電気が通らなくなってたみたいなんですね。なので、一応そこはですね、もう一遍やり直して実験を繰り返しました。はい。ではですね、エナメル線の被覆を剥がし直して再チャレンジしました。で、もう一遍フレームに、コイルを取り付けて、青い輪っかも外しました。で、電池入れると元気よく回っています。これ結構ですね、見てて割と飽きない感じですね。くるくると元気よく回っています。はい。見てるとすごく楽しいです。なんかこういうの、動くとすごく楽しいですよね。はい。でですね、このコイルはじゃあ何で回ってるのでしょうっていうのが、まあ今日の割と主題になります。ここにはですね、すごく大事な原理というか現象が含まれていて、それについてのちょっと説明をしようと思います。はい。というわけですね、さっきのコイルのリングは何で回ってたのかっていう話をします。で、上側だけエナメル線剥がしましたよね。で、それの意味の説明をします。でですね、先ほど巻いたコイルがこれだとしてください。で、端っこに伸びたエナメル線がこれですね。で、こっち側もそうです。で、こっち側はエナメル線、綺麗に上下とも剥いでいます。で、こっち側だけですね、エナメル線が上半分だけ、残して、下半分は今、剥げている状態です。で、電池のプラスとマイナスの電極がここにあります。ここには電気が通るものだと思ってください。で、電気の流れる棒がここにあって、で、エナメル線の剥げているところは電気が通じます。なので、ここに
当たってるときは、電流が流れて、こっち来て、ぐる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 っと回って、反対側まで行って帰ってくるということになります。ところがですね、このコイルがもしも中で回っちゃって、反対側に来ちゃうと、ここはエナメル線ありますので、電気が通じません。エナメル線っていうのはですね、表面のエナメルっていうのは電気を通じなくするために塗ってあるんですね。なので、このコイルがくるくる回って、こっち側が、導線についているときは電気が流れる、こっち側がついているときは流れないっていう風な、仕掛けになっています。ここはね、すごく大事なところです。はい、次、よいしょ。というわけで、回転するメカニズムなんですけど、今ですね、半分被覆を剥がしたエナメル線がこういう状態で、コイル、これコイルだと思ってください。コイルを横から見たところですね。で、これが軸です。で、今、エナメル線のハイダー、下側が、電極に当たっているので、電流が流れてます。で、電流が流れているので、コイルから磁界が発生してですね。で、上が N 極、下が S 極になっていると思ってください。で、フェライトの磁石をですね、こことここに配置しているので、N 極同士は反発して、で、あとは S 極に引っ張られますので、こっち向きの力が発生します。で、S 極同士も反発して、なおかつ N 極に引っ張られるので、こっち側の力が発生します。なので、コイルがこういう風に回ろうとする力が働くわけですね、コイルに。で、そうすると何が起きるかというと、その次のページですね。コイルが回って、この位置に来ました。まだですね、N 極と S 極は引っ張られる。ここも引っ張られる。こっち側を押し出すっていう風な力が働いているので、まだ回り続けます。よいしょ。で、ここでですね、ついに黒いエナメル線のところに来て電気が流れなくなりました。なので、コイルには電流が流れず、磁界も発生しません。けれども、今までギュンって回ってたので、勢いで、しばらく回り続けます。で、回り続けます。これ勢いで回ってます。電気は流れてません。で、回って、回って、回って。でですね、ついにまた、半周回って、電気が流れるようになりました。こっち側ですね。で、導体から電流が流れて、コイルに電流がくるくる流れて、で、磁界が発生します。で、またですね、ここに磁石ができて、N 極と N 極が反発し合う。で、N 極と S 極が引っ張り合うというわけで、こう回る力。で、こっちもこう回る力ですね。が発生して、また、力強く回り始めます。今度は惰性じゃなくて、磁石の力で回るんですね。で、最終的にまた元に戻って、よいしょ。で、最後、ここに来ました。これスタートと同じ状態ですね。で、これを、順次、繰り返して、次からくる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 回ってるわけですね。これがですね、さっきのコイルが回ってる原理になります。で、他のモーターもですね、これと似たり寄ったりの原理で回っていることが多いです。はい。ということで、コイルがくるくる回る、理屈の説明でした。はい。ここからですね、お話的にはおまけで、僕的には割と本題になるんですけど、電磁石をですね、モーターにしていきます。で、これはですね、いわゆる、ブラシ付き DC モーターっていう種類のモーターになって、軸のところにですね、隙間を空けて電極が2つ付けられています。で、それぞれの電極は、電磁石のコイルの反対側に、1個ずつつながっています。なので、ここから電流を流すと、電磁石に電流が流れるというふうなことになっています。で、マブチモーターとかですね、ああいうやつがだいたいそのブラシ付き DC モーターっていう種類のモーターになって、割と身近なモーターですね、になります。大きいやつは最近あんまりブラシ付きモーターはありません。電車のモーターとかはですね、違う原理で動いています。で、
そのコイル、電磁石ですね。軸付きのやつを、フレームに取り付けました。回りましたね。キュンキュンと回りました。で、これですね、プラスの部分を実は拡大して見てみると、火花がつってるのが見えますかね。ブラシの曲線のところを注目してください。で、マグチモーターとかを回すとですね、独特な匂いがすると思うんですけど、多分これのせいじゃないのかなと思っています。で、この接点がですね、すり減ったり錆びたりするので、ブラシ付きモーターはあんまり寿命が長くてですね。でですね、これを使って、扇風機ができるっていう取り込みになってるんですけど、これがやってみたらですね、当然ながらめちゃめちゃ振動して、で、指で押さえてないともう多分どこに行くかわかんないような感じなんですよ。はい。というわけで、使えるかこんなのっていう感じでした。面白くはあったんですけどね。はい。多分、コイルの重心が合ってないせいでバタバタ揺れると思うので、そこを調整してですね、綺麗に回る努力をするのも面白いのかなとは思いました。はい。というわけでですね、自由研究ネタというよりは自分が楽しそうだったので、モーターを作って回してみました。身近にたくさんあるモーターなんですけど、基本的にはこういう原理で回っています。最近はですね、物理的な接点ではなくて、電流の切り替えが半導体とかになってたりするんですけれども、電気で発生する重力で回っているという点では同じことです。で、モーターを見かけたらですね、その中身についてちょっと考えると、僕は大変嬉しいです。男の子ってなんかモーターすごく好きですよね。はい。なんででしょう。さて、この動画面白いと感じてもらえたらですね、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると、僕は大変嬉しいです。また次回よろしくお願いします。